じめま。次の瞬間、俺は目の前が真っ暗になった。一瞬、意識が飛んでしまう。気がついた時には尻餅をついてへたり込み、背中を玄関ドアに預け、白いシャツは鼻血で真っ赤に染まっていた。口の中に違和感を感じ、思わずペッと吐き出す。飛び出してきたのは俺の前歯だった。ずいぶんな挨拶ですね、お父さん。黙れ、貴様なんぞにお父さんと呼ばれる筋合いはない。さっさと帰れ。お父さん、ひどいわ。マサトに謝ってよ。お前は部屋に入っていなさい。いきなり暴力なんてひどすぎますよ。それ相応の対応はさせていただきますよ。うるさい。貴様なんぞとっとと出て行け。うちの娘に二度と近寄るんじゃない。まったく取り付く島もない。俺はよろよろと立ち上がり、美穂の家を後にした。意識を朦朧とさせながらも、なんとか自宅にたどり着く。だが激痛が収まらず、鼻血も止まらない。俺はやっとの思いで119番通報し、そこで意識を失った。俺の名前は関谷正人、30歳のサラリーマンだ。俺には1年前から付き合っている彼女がいる。婚約者の名前は立川美穂。新卒で入社してきて2年目の24歳だ。俺の口からこんなことを言うのは気が引けるが、なかなかの美人というか可愛い系の美人である。会社では男子社員の注目を一手に集めていて、言ってみれば職場のマドンナ的な存在。一方の俺は無駄にでかい体型は目立つものの、どこにでもいるあまりパッとしない地味なタイプ。そんな俺たちがなぜ付き合っているかというと、きっかけは些細なことだった。キャー。会社の最寄り駅でホームに上がる階段に足をかけたとき、上の方から叫び声が聞こえた。その声に反応して思わず顔を上げた瞬間、俺は激痛とともに仰向けに倒れてしまう。無意識だったけれど、俺は彼女を守るように抱きしめ、そのまま彼女の下敷きになった。幸い一段目に足をかけたばかりだったので、俺はただ転んだ程度だったのだが、声を聞いてから衝撃までそれほど間がなかったので、彼女は数段上から落ちてきたようである。その時、唇と唇が、なんて安っぽい漫画にありがちな偶然はなかったけれど、とりあえず二人とも怪我らしい怪我をせずに済んだのは幸いだった。いてててて。すみません。大丈夫ですか？お怪我ないですか？って関谷先輩？立川さん？その時になって初めて俺は落ちてきたのが美穂だと知った。どうやら彼女、美穂がホームに向かって階段を上っていた最中にヒールが折れてバランスを崩し、俺の上に降ってきたらしい。私、そそっかしくて迷惑かけてすみません。いや、大丈夫だから気にしないで。迷惑だなんて思ってないし。先輩、とっても優しいんですね。怪我がないなら何よりだよ。先輩のこの大きなお腹に守られたおかげです。美穂が俺の膨らんだお腹をポンポンと叩く。俺は苦笑いを浮かべた。何事もなかったかのように立ち上がり、二人並んで階段を上る。美穂の家は最寄り駅が俺の自宅と同じだった。方向もそれほど違わず、言ってみればご近所さんだった。片足のヒールが折れて歩きにくそうなのに、駅からはバスと徒歩で約20分はかかる。俺はタクシーを拾い、美穂を自宅まで送る。翌日、昼休みのチャイムとともに食事に出ようと立ち上がった時、美穂が声をかけてきた。関谷先輩、お昼どうするんですか？
どうってどこかその辺で適当に食べてこようかと思ってたんだけど。よかった。私、お弁当作ってきたんです。外の公園で一緒に食べましょう。昨日のお礼と言って渡された美穂の手作り弁当はとても美味しいものだった。体がでかい俺の空腹を満たすにはちょっと量が足りなかったのが残念だけど、近くの公園のベンチに2人で並んで腰を下ろしごちそうになる。料理上手なんだな、なんて家庭的な人だろうなんて感心していると、美穂が恥ずかしそうにうつむきながら俺に尋ねた。もしよかったら明日も一緒に食べませんか？その日から俺たちは付き合い始めた。美穂は次第に先輩呼びからマサトと名前で呼ぶようになり、俺も立川さんから美穂と名前で呼ぶようになっていった。見たところ釣り合わないタイプの俺たちだったが、むしろ美穂の方が積極的にリードする形で交際は進む。入社した時からちょっと気になっていたんです。なんて話を聞いた時には目を丸くして驚く俺だった。正直なところ、どうしてそんなにと思ったりもしていたのだが、美穂が笑顔を見せてくれると俺のテンションも無条件に上がった。職場では恥ずかしくて付き合っていることを内緒にしていたのだが、何日もしないうちにそれは周知の事実となる。バレてしまった時には男性社員たちから結構なやっかみを受けたりもしたけれど、今思うとあれは美穂が自らばらしたような気がする。そんなお茶目な一面を持つ彼女なのだ。それでも俺たちは順調な交際を重ね、1年を過ぎた頃に新たな展開を迎えることになる。ねえ、マサト、そろそろお互いの家族に挨拶に行った方がよくない？私、マサトのご両親に会いたいな。妹さんにも。何の脈絡もなく切り出された提案にきょとんとする俺。俺自身も気にしていないわけではなかったが、なんとなく引き伸ばしていたところがあった。ソファーに座る俺の隣に腰を下ろして、美穂が俺の手を握り、自らの腹部へと導く。私、赤ちゃんができたの。3ヶ月だって。本当に？美穂、ありがとう。俺頑張って美穂と子供を幸せにするから。美穂、なんか今更だけど俺と結婚してくれ。幸せにしてね。今更という感じが満載だったけれど、こうして俺たちは婚約をした。舞い上がった俺はその週末、意気揚々と美穂を連れて両親に紹介する。もちろん両親は大絶賛して、もろ手を挙げての歓迎ムードだ。おふくろは、本当にうちの息子でいいんですか？と何度も念押しし、妹は、お兄ちゃんに美穂さんはもったいなさすぎるよ、と繰り返し力説した。その度に美穂は、付き合ってくださいって私から告白したんです。と満面の笑み。和やかな雰囲気のうちに顔合わせは終了した。そして翌週、今度は俺が美穂の家に行くことになったのだが、ここで事件は起きる。その日は美穂と2人で映画を見に行き、帰りに美穂の自宅に行き挨拶をしようと、そんな予定だった。お父さん、ただいま連れてきたよ。すると奥から父親が出てきたのだが、何やら雰囲気がおかしい。鼻息荒く近づいてくる美穂の父親は、まるで闘牛のお牛のように突進してくる。はじめま。次の瞬間、俺は目の前が真っ暗になった。一瞬意識が飛んでしまう。気がついた時には尻餅をついてへたり込み、背中を玄関ドアに預け、白いシャツは鼻血で真っ赤に染まっていた。口の中に違和感を感じ、思わずペッと吐き出す。飛び出してきたのは俺の前歯だった。
お父さん、いきなりなんてことするの？黙れ。うちの娘を傷物にしやがって。俺は許さないぞ。二度とうちの敷居をまたぐな。いくら想定していなかった事態とはいえ、一発 KO はさすがに情けない。後から聞いた話だが、美穂の父親はボクシング経験者だったのだという。長いブランクがあったにもかかわらず、巨漢の俺を一発で倒してしまった美穂の父のパンチはとんでもなく筋金入りだった。ずいぶんな挨拶ですね、お父さん。黙れ。貴様なんぞにお父さんと呼ばれる筋合いはない。さっさと帰れ。お父さん、ひどいわ。マサトに謝ってよ。お前は部屋に入っていなさい。父親は美穂の腕をムンズとつかみ、奥の部屋へと無理やり押し込む。どんどんとドアを叩きながら美穂は部屋を出たがるが、ドアの前に仁王立ちしている父親がそれを許さない。やっとの思いでふらふらと立ち上がった俺がつぶやいた。いきなり暴力なんてひどすぎますよ。それ相応の対応はさせていただきますよ。うるさい。貴様なんぞとっとと出て行け。うちの娘に二度と近寄るんじゃない。取り付く島もない。近寄るなと言われても、俺たちは同じ職場だ。近寄りたくなくても近寄ることになる。俺はよろよろと立ち上がり、美穂の家を後にした。意識を朦朧とさせながらも、なんとか自宅にたどり着く。だが激痛が収まらず、鼻血も止まらない。俺はやっとの思いで119番通報し、そこで意識を失った。気がつくと、そこは病院のベッドの上だった。ポロポロと涙を流しながら、心配そうに覗き込んでくる美穂がいた。俺はたどたどしくも名前を呼ぶ。窓の外に見えたのは真っ暗な空だった。どうやら丸一日寝ていたらしい。脳震盪を起こしてしまったせいなのだとか。そういえば、よろよろと後ずさりして倒れた時、したたかに頭を打ったような気がする。しばらくの間は絶対安静と言い渡されてしまった。父親は姿を見せることはなかったけれど、美穂は病室を訪れるたびに何度も謝ってくれた。美穂に対しては思いが変わることはなかったけれど、やはりあの父親に対しては憤りしかない。3日間会社を休み、やっと職場復帰をすることができた。数日後、俺は取引先との商談の席に同席し、業者担当者のやり取りを見つめている。商談は和やかな雰囲気の中進んだ。だが、俺の視線は商談を進める若手担当者の隣に控えている男に注がれている。そう遠くないうちに、俺はこうなることが分かっていたのだ。だからこそ、慌てず騒がず、今日という日を待っていたのだ。それでは、こちらの契約書をご確認いただいて、代表社員をお願いします。若手担当者は数枚の書類をまとめてこちらに差し出す。隣に控えている男も満面の笑顔だ。書類を受け取った後輩も満面の笑み。一通り目を通した後輩が俺に書類を渡してきた。隣の男からようやく視線を外し、手渡された書類に視線を落とす。しばらく沈黙が続いた。3億円ですか。大変魅力的な価格設定ですね。そんな俺のつぶやきに色めき立つ取引先の2人。同業の競合相手であれば、この金額での契約はできないはず。おそらく5割増し、いや倍額を提示されてもおかしくない案件だ。そんな自信がこの2人を期待させていたに違いない。契約成立を信じて疑わない2人は、早く捺印をと言いたげな笑顔だった。だが次の瞬間に2人は凍りついた。
御社への3億の発注やめます。せっかくのお話ですが、なかったことに。予想外であっただろう俺の言葉に、二人は驚愕の表情を浮かべた。そして契約書を俺に手渡した後輩も、どうしてですか？競合他社を寄せ付けない価格設定じゃないですか。確かにこの価格は魅力的だ。だがな、話はすでに上に通してある。俺はこの契約にゴーサインを出すわけにはいかない。一体どういうことですか？ここまで来て手のひら返しなんてひどすぎる。おっしゃりたいことはわかります。ですが、私はあなたとビジネスをしたいと思っていません。相手の話を全く聞かず、暴力を振るうような人とはね。俺はゆっくりと立ち上がり、手にした書類を横の男に差し戻した。若手担当者は顔を青くさせ、横の上司と思わしき男は顔を真っ赤にして怒りをあらわにしている。まるで信号機のようだった。そのまま部屋を出て行こうとした俺の左腕を横の男は掴んで引き止めた。そんな説明では納得できない。あなたの上席者と話をさせてくれ。言いましたよね。話を上に通してあると、たとえ社長が出てきても結果は変わりませんよ。だから納得できる説明をしてくれと言っているんだ。これじゃ全て私のせいだと言われているようなものだ。そうですけど。その俺の一言に唖然とする横の男。今にも掴みかかりそうな勢いがピタリと止まった。俺は小さくため息を吐いて、右手でメガネを外し、マスクを取る。マスクの下から姿を見せたのは、鼻ギブスと一本かけて隙間が空いた前歯だった。その瞬間、その男は察したらしい。俺の腕を掴んでいた手が力を失い離れる。少なくとも私はきちんと話を聞き、その内容を精査しました。ですが、言いましたよね。ろくに相手の話を聞かず、暴力に訴えるような人とは一緒に仕事する気にはなれないんです。どうかお引き取りを。そう、商談を見守っていた横の男は美穂の父親だった。俺は今回の取引に美穂の父親が関わっていたことを知っていたが、美穂の父親は思ってもいなかったことだったのだろう。顔を合わせたのは今日が2度目だったし、美穂の家に行った時はメガネもマスクもしていなかったから、自分が殴りつけた相手だとは気づかなかったのだ。その日、俺は相応の対応、つまり刑事告訴の手続きを取った。美穂は何とか思いとどまってほしいと泣きながら懇願したが、俺はどうしても許す気にはなれなかった。結局、美穂の父親は逮捕・起訴された。娘を愛するがあまりとはいえ、俺と話をする間もなく、いきなりの先制攻撃だったこと。プロではなかったものの、ボクシング経験者の拳が引き起こした傷害事件だったこと。悪いのは娘を傷物にしたあの男だと全く反省していなかったこと。もろもろを鑑みても初犯にもかかわらず塀の中へと送られていくことになる。俺が挨拶に行く前に美穂は妊娠の事実を父親に告げていた。美穂は母親を早くに亡くしており、父親が男手一つで育ててきたからこそ、それが我慢しきれないほどの怒りになってしまったのだという。順番が逆になってしまったことについては確かに俺にも落ち度はあった。それでも俺と美穂は本気で結婚するつもりだったし、本気で愛し合っていたのだ。話せば分かってもらえると思っていたのに、こんなことになってしまったのは本当に残念である。俺は美穂に、俺と父親とどちらかを選んでくれと頼んだ。それが美穂にとって辛い選択であることは容易に想像がつく。しかし結局美穂は俺を選んでくれた。私は父がいなくても生きていけるけど、この子には父親が必要よね。と、そんな決意をした美穂が面会に行った時、父親は反対する気力もなかったらしい。
美穂は住んでいた家を明け渡し、俺の部屋にやってきた。その後、俺たちは2人だけで結婚式を挙げ、将来を見据えた家を借りて引っ越しをする。半年を過ぎて、美穂は元気な女の子を出産した。何年かして義父の仮釈放を知らせる手紙が美穂のもとに届いた。俺は今後同居をしないなら引き受けに行ってもいいと言ったのだが、美穂は首を横に振る。引き受け人がいなければ満期を迎えるまで塀の外には出られない。事実上、これは美穂の父親に対する決別の宣言だった。さらに数年経過した現在、もう刑期を終えたはずの義父は出所しているだろう。しかし、美穂のところに連絡は来ていないという。たった一発の拳が俺の鼻と前歯と、そして義父の人生を壊してしまったのだ。俺の鼻と歯は治療でどうにかなったのだが、美穂と義父の絆は簡単に戻ったりはしないだろう。